受付328番の松島さん、2番診察室にお入りください。大丈夫大丈夫。マイナー外科っていうような部類に入るけれども、そういった感覚器をより追求していく外科的な面白さが、僕には合っていたというか、魅力的に映ったという感じです。研修医も回ってきて初めて耳鼻科ってこんなに外科なんですねって毎回言われるので、もっと幅が広くてもっと奥深いんだよっていうのはやっぱり伝えたいですよね。自分の外来でその患者さんをフォローしていくっていう機会がすごい増えてきて、より面白く感じてっていうのはあるかもしれないです。感覚器なので患者さんの満足度もすごい良くなった時は高いので、良くなっていく患者さんを見ると、やってよかったなって感じることはすごい増えてきました。大きく息して27秒。はい、27。耳鼻科4年目になります。耳鼻科って五感をね、よく多く扱うかって言われると思うんですけども、生活における大切な機能、それを失った時の悲しさとかっていうのはやっぱり計り知れないもんだと思うんですね。人生の基本的な楽しみっていうのがなくなってしまうと思うので、そういうのを助けてあげられるのはすごくいいのかなっていうふうに思います。腹直筋非弁採点気管切開術を行います。手術時間が12時間、出血が、1000を目指しますけど2000近く出るかもしれないです。お願いします。耳鼻科伊藤です。塚原です。どんどん手術の面白さっていうのにハマっていってる時期かなと思います。一番正しい切る場所っていうのを見極める目だったりとか経験とかっていうのは件数を重ねないと分かってこない。そこは今一生懸命一歩ずつ経験させてもらってるなって感じですね。1個切ったらまた場面が1個変わって、手を動かしながらどこをどう切ったら一番最短で主をその目的に近づけるのかっていうのを、やっていくのが結構やっぱり難しいですね。メスに本当に外科医の魂が宿るから、メスの先まで集中してメスの先に神経、自分の指の神経があるように使いなさいと教わるので、本当に綺麗に切ると綺麗に戻るので、術後の経過が本当に違うんですよね。いかに綺麗に治っていくかっていうのを外来で見るのはこだわりというか好きなところです。検査の値はこうだけど、でももっとひどい症状なんだとか、やっぱりどうしても数値で表せない部分が大きかったりするので、ただ手を動かして治療して手術して薬出してとかじゃなくて、患者さんと信頼関係築きながら汲み取ってあげないといけない部分ですし、その人の人生に関わることなんで、私たちがやってるのはやっぱり人を治すので、その疾患を治すんじゃなくてその人を治したいので、私は喉の手術する方はしばらく手術した後は硬いものとか揚げ物とか食べられなくなるから、術前にしっかり食べたいもの食べてきてねとか、ポテトチップスとか唐揚げとか食べてきてねという風に言ってみたりとか、これって全然別に医者が言わなくても全然いいことなんですけど、思う存分ラーメン食べてきましたとかっていう風にちょっと喜ばれたりとか。自分で治療した患者さんが術後の管理が終わって退院していくときに、やっぱみんな笑顔で帰っていくことが多いので、そのために今一日があると思うので、未来の患者さんのために、今できることっていうのをコツコツとやっていく、なるべく早く実力を積んで上手くなりたいなとは思いますね。誰々先生に見てほしいっていう患者さんとかはやっぱり上の先生になるほど増えてくるんですね。病気のことだけじゃなくて、おしゃべりしたいとか顔を見たいとかって言ってもらえるようなお医者さんにはなりたいなとは思うんですけど、まだまだ3年目なので、憧れの先生たちのそういういいなって思うところをたくさんかき集めて経験積んでいけたら、多分自分のなりたい医者に近づけるんだろうなって。私は今その1歳になる息子がいて、もちろん妊娠中も働いてましたし、ライフスタイルに合わせて少しずつ働き方を変化させるってことができるかなんじゃないかなっていうふうに思います。やることがたくさんあるっていうわけじゃなくて、選択肢がたくさんあるっていうふうに思っていただけるといいかなって思います。
私自身もこれをやりたいっていう風にして耳鼻科に入ったわけじゃなくて、やりたいことは今でもまだ毎日模索中ですし、いろんなことに興味持ってやってみる。最後の時っていうのを家族と一緒に迎えられるっていうのが、一番今自分が仕事にしてみて大事なところかなと。身内でがんで亡くなっているところもあるので、最後の時間っていうのを作ってあげるっていうのも一つ僕の中では重要なことかなと。患者さんの状態と家族の精神的な状態を見ながらいい時間を作っていけたらいいかなと。本当にもう死をでもう死ぬかもしれないっていう方が外来で元気にやってきて、本当に手術してくれてありがとうございましたって毎回言われるので、自分が耳鼻科医としてこんなペーペーですけどちゃんとやってきて頑張れてよかったなって思う瞬間はそういうところかなと思います。そういった意味でちゃんとその人の人生を背負えるように患者さんに寄り添える。で、必要な時にちゃんとした手術をしてあげられる、最高の医療を提供できる医者になりたいなというふうに思っています。